友達を作るのがちょっと難しくて、それでちょっと引きこもってしまいました。5ヶ月くらいずっとなんか定期的に支援になんか家に訪問に来てくれてたので、根性負けしたというか出るなら今かなっていう感じで出ました。週5回今働いてます。ここまで心遣いをしてくれてですね、私も本当に嬉しく思ってます。皆さんこんにちは。一般社団法人不登校ひきこもり予防協会代表の杉浦貴信です。今回ゲストいらっしゃってますね。はい。どなたなんですか？はい。2年半前かな、引きこもり支援をしてくれた K 君です。K 君こんにちは。こんにちは。今日はなんか持ってきてくれてるみたいなんですけど、何を持ってきてくれたんでしょうか？松屋で働いているんで、僕アルバイトでそのちょっと差し入れで持ってきました。ありがとうございます。ここまで心遣いをしてくれてですね、私も本当に嬉しく思ってます。いただきます。いやもう本当に美味しいですね、まさか2年半前にね、引きこもった少年からアルバイトをしてですね、このアルバイト先からのですね差し入れが来る初めてですね。本当美味しいです。どうして松屋で働いてるんですか？この高卒支援会に移って、そこからいろんな先生とかからいろいろちょっと支援してもらってて、最初学校に来始めてからアルバイト経験をちょっとする話になって、そこから応募して、松屋受かったので始めました。不登校の子どもとか引きこもりの子どもたちが集まって、先生方からいろいろちょっとサポートしてもらいながら、アルバイトとかなんか大学受験とかなんか進路に向けた勉強とかをして自立できるようにしていくみたいな。週どれぐらい働いてるんですか？週5回今働いてます。週5回。もともと全日制高校に通っていたんですが、ちょっとそこでなかなか友達を作るのがちょっと難しくて、孤立しているみたいな状態になってしまって、ちょっとそれが原因で部活もやめてしまって、どんどんそのクラスとかに行きづらくなってしまって、それでちょっと引きこもってしまいました。時期でいうと大体いつぐらいなんですか？高校1年生の夏あたりに引きこもり始めました。その時はあんまり覚えていなくて、実はあんまり楽しい記憶みたいなのはないです。一応友達とかには相談してみたんですけど、友達曰くちょっと不登校とかについてもなんか全然理解がなくて、相談したはいいものの、あ、そうなんだくらいでちょっと流されてしまって、ちょっともうそれ以外に相談するところがなくて、誰にも相談できずにはいました。まず両親が引きこもりの相談をして、まず最初杉浦さんがなんか親のなんかサポートみたいなのを多分してくれて、そこから高卒支援会のスタッフの方が支援にすごい長い期間来てくれて、それのおかげで引きこもり、外に出られるようになりました。ゲームの話とか、飼ってるペット何飼ってるのみたいなとこからなんかいろいろ話をしました。もう学校行こうよっていう話は全然なく、なんかゲームの話とか、なんか好きなものあるのみたいな、そういう話ばっかしてました。5ヶ月くらいずっとなんか定期的に支援になんか家に訪問に来てくれてたので、根性負けしたというかこれもう切りないなっていう感じで、僕内心正直学校行かないとなっていうのは自分でも分かっていたんで、せっかく今訪問に来てもらってるし、出るなら今かなっていう感じで出ました。高卒支援会っていうフリースクールに通ってます。生活が結構ガラッと変わったと言いますか、前までずっと家にいたんですけど、フリースクール行き始めてから、アルバイトなり動画編集とかもちょっと触らせてもらってて、そういう仕事とかちょっとやり始めて、いい意味で忙しくなって、自信もちょっとはずつついてきたみたいな。まずお母様から高校1年生の12月ぐらいの時かな、夏ぐらいから不登校になって、いろんな人に相談したら見守りましょうって言われたと。でも見守りましょうっていうのはどんどん引きこもってるんじゃないかなっていうことで、やばいと思って、こちらに問い合わせがあったっていうような話をして、いろいろそのご本人の状況とか
あとお父さんやお母さんがご本人に対する関わり方っていうのをいろいろ聞いてみたんですけど、どうもやっぱり今引きこもってる状態なのに、お母さんが、その時もそうだったんですけど、もう学校にもうとにかく行け行けみたいな感じで、引きこもりではやってはいけないようなことをですね結構やってて、だから言ってることの7割8割ぐらいはカットしてくださいと。どこのうちでもそうなんですけど、お父さんっていつか行けるでしょみたいな感じで軽く考えてる方が多いんですけども、で私が支援計画立てますから、その通りにやっていただければほぼほぼ解決しますよっていうような話をしました。ずっとゲームやってるっていう話だったので、なるべく普段の通りに朝は起こしてくださいね、普通に規則正しい生活を促しましょうという話をしました。親がなんか12時くらいまでは寝なさいよみたいなのをなんかある時から急に毎日言ってくるようになって、何なんだろうなって思ったんですけどとりあえず12時くらいには寝とくかみたいな風にして、そしたらちょっと自然と朝起きる時間も前まで12時過ぎくらいに起きてたのが9時10時とか、だんだんちょっとずつ早くなってったっていうのは感じてます。今後は継続してアルバイトとか続けられるようになったり、動画編集とかもちょっとずつ技術上げていけたらなとは思ってます。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございます。いや、K君しっかりしてましたね。結構びっくりしました。昔って会った時ってどうだったんですか？彼が支援してから5ヶ月後に出てきた時は、僕もここの教室で迎えてたんですけど、お父さんに連れられてですね、雲の上を歩いてるみたいな感じでですね連れてきて来られたっていうのを今記憶にあります。自分で歩くのもおぼつかないようなことなんですか？もう本当にそんな感じでした。もうフラフラっとしたような感じで、どうして俺はここに来てるんだろうみたいな感じで。そんな K 君も今や、寮で一人暮らしをしてアルバイトもしてだいぶガラッと変わったと感じたと思うんですが、改めてどんなアプローチをしたんですか？引きこもりの支援ってですね、まず学校に戻すとか復学とかっていうですね進路の話をするとですね、これやっちゃいけないことなんですよ。でもほとんどのお父さんやお母さんってのは当たり前の話ですけど、復学を目指しちゃってるので、もう余計殻にこもっちゃう。本人はゲーム好きなんですよ。ゲーム好きだったので、もう共通言語のゲームを通してですね、うちの弟子たちには信頼関係をまず築けと。気づいた後に進路の話をするのは OK だけども、それをやる前から進路の話をしてしまうと引きこもりっていうのは逆効果になるから、まずは信頼関係を結べと、そんなようなアプローチをしてましたね。 K 君が家を出た後どんなケアをして今みたいな、回復というか変化が現れたんでしょうか？地方出身だったもんですから、まず学生寮を提供しまして、で教室から学生寮ってすぐ近くにあるので、そうすると例えば本人が朝起きれなかったらスタッフがですね迎えに行くっていうようなことを数ヶ月続けたと思うんですよね。でやっぱりちゃんと毎日通うっていうような習慣をつけていくっていうことが大事なんです。朝ちゃんと起きれるようになって、ある程度通えるようになったらアルバイトを促すっていうことをねしていったと思います。アルバイトって必要なんですか？引きこもりにとってはですね、アルバイトをするっていうこと自体がもう解決です。私がもう太鼓判を押します。アルバイトを進めるのって学校行けない人に学校行けっていうぐらい大変なことな気がするんですけど、そんなことはないんですか？もちろん学校よりもある一面は難しいところはあると思うんですけど、これは私たちのミッションでありますけども、最終的には子どもたちが社会に貢献する、未来を実現するっていう人材を育てようと思ってるんですね。手に職をつけるアルバイトっていうのがまずは高校生の段階で、学齢期の間の中では絶対にやらなきゃいけないことだっていうふうに私は捉えてますので、やってもらってます。杉浦さんのところには K 君と似たような環境の方が結構集まってきている状態なんですか？そうですね、今在籍者が50人ぐらいですか、フリースクールには通ってますし、そもそも大体その8割ぐらいがもう引きこもり傾向の子が来てるので、大体僕が面談をして親とコーチングしてですね、引きこもりがある程度解決したというふうに思われた段階から家庭訪問をうちの弟子たちがして、それで何ですかね、教室に通うのを促すっていうようなことをしてます。引きこもりに悩んでるねお父さんお母さん、
この動画を見ていただいてねお分かりになったと思うんですけど、見守るっていうことだけだとどんどん引きこもってしまうっていうパターンが多いんですよ。どういう見守りの仕方がいいのかっていうのは私もう40年もこの仕事やってますからお伝えできると思いますし、あと手順が問題です。どういう順番で対応していくのか。私どもで言うと一丁目の一番地は規則正しい生活を促すっていうことなんです。そこから全部スタートしてきますから、そういうことをですね含めてご支援できればなと思います。 YouTube チャンネルではですね今後不登校や引きこもり、高校中退、あるいはもしかしたら学歴でですね本当に引きこもってる大人のような方も含めてですねどんどん有益な情報を発信していきます。ぜひですねチャンネル登録だとかいいねを押していただければ幸いです。では。